ょっと待っててね。すいません。もう仕事始まっちゃったら外行かれないからね。これはどうだろう。朝ごはん食べた？朝ごはん一緒に食べよう。やっぱり幸い米は上がってないんだよ。朝これをね3個炊くんだよ。65、最低65。の方が影響力。そうだね。シュールの方がやっぱりすごいよね。今でもさ。こんぐらい食える？いいんじゃない？あと一番搾り15リッターを1本。1日18時間とか働いてたでしょ。あの時に比べたらまあ楽は楽っちゃ楽だけどね。朝の4時に起きてさ、5時に仕入れ行って帰ってきて、で仕事終わるのが10時とかでしょ。よくあんなってやってたよな。本当は80年は言ってるはず。うちのお父さんが生まれた時にはもうやってたって言ってたからな。初代のねおばあさんまだ生きてんだよ。今101、97ぐらいまでここ手伝ってくれてたんだよ。洗い物やってくれて、まだ今でも元気なんだけどね。利益出てないわけじゃないよ。ちゃんと出てんだけど、これが終わったら終わりなの、店が。この1日にこれだけ焼くわけで、これで焼くからさ、20本が限界なんだ、焼くのがさ。でそれが終わったら店も終わっちゃう。これワンタンね。お肉の肉汁をさ、しいたけが吸ってくれてる。ないんだ。若い人が来るようなお店じゃなかったので、あんまり悪くは言えないけど、社会的に問題がある人とかさ、そういう人たちばっかだったからさ、もう街全体がだいぶ変わっちゃった。マンションなんかも新しいのどんどん増えたし、例えばね、ちょっとこう問題のある人とかで東京に住んでたりすると、この辺だったら住みやすいよって言って、この辺にこう流れ着いてくるんだって。だから本当吹き溜まりみたいなさ、あんまり言葉は良くないけど、そういう街だったの。父親はやっぱりほら決められたルールの上でやってきた人だから、自分たちがこういう多分こういういろいろお店を変えてくるっていうのはやっぱり嫌がったと思うね。もし切ったら、今生きてたら多分いい顔しなかった。混乱したら多分怒られちゃうね。そうシューマイ試食できる？お腹いっぱい？ほい。
包丁で割っといてあげるよ。いやね。朝これを何個も作るんだ。今日はダメ押しで1個さやったけど。回するとさ、あれだもんね、卵1個30円でしたもんね。1個卵の値段が消費税入れると書いてあったよね。車を機械の中に入れて、でこう円盤の上にこう綺麗にこうやってさ、それからこで一覧なんじゃない？ごめんごめん。最
三人で来てるよ。そうパチンコ屋さんのフィールドマッチ。スペシャルの大盛りです。スペシャルのおめできる。はい、はい、お願いします。はい、いらっしゃい。どこでも好きなとこどうぞ。はい、わかりました。いらっしゃい、どうぞ。いらっしゃい、どうぞ。11時になると来るでしょお客さん。ここからか。あ、ごめんじゃない。いらっしゃい、座敷の真ん中空いてます。どうぞ。でもさ、呼ばれたらさ、行きたくなくても行かなきゃならない。そうだけどさ、呼ばれるしないで。そう、アレルギーが。どこいしょ。はい、開けるぞ。
らない人もねで言わないで全部美味しかった。あ、レバカツも美味しかったね。どうやってそう。いらっしゃい。どうぞどうぞどうぞ。ごめんね、マジ。ゆっくりどうぞ。私も間に合わない。じゃあ、ありがとうございます。どうも。よいしょ。いらっしゃい。空いてるとこどうぞ。まあ、ソーセージも作りますのでね。よいしょ。失礼します。
作るのは効率がいいですね。いらっしゃい。お茶よいしょ。お茶入ってるのが一番最後に入る。ありがとうございます。お待ちどうさまです。よいしょ。ごゆっくりどうぞ。すいません。はい。あ、できますよ。全然大丈夫です。後ろランはい。ジャンプして、はい。はい。わかりました。ジャンプします。置いといた。
ごめんね、ちょっとお待ちください。どうぞおかけになってお待ちください。水貝丼のラーメンセットと、はい、小ラーメンセットと、どうめん入ります。ネギ焼き飯。ネギが先できてるから。やっぱスペースが。
天神にあったじゃん。その後ちょっと分かんなくて。私がスナックやってて常連さんでも今日は店を離れてきてるから弟と妹です。はい。そうそう私が一番長いから私が好きなもの買ってみ頼んで飲み物はこれ。最初の乾杯はビールで紹興酒2本でやめるか3本でやめるかの水大軒さんの良さって何かあります？美味しくて安いとこ。お兄ちゃんが2人でバカなパート従業員雇わず2人で切り盛りしてるとこが素晴らしい。すごい優しいし、返しが上手なんで楽しいです。ね、言えばいいじゃんとか思う人もいるけど使えない従業員を置いてハラハラドキドキするよりこのお兄ちゃんとあっちのお兄ちゃんが2人で仲良くやってるのがいい。でもほらお客さんもそれ知ってて来るからね。別に待っても全然平気なんだよね。私なんかちょっと時間かかるけど私が暇な時しか来ないから時間たっぷりあるから全然いい。はい、お待ち。どうぞ。でかいサイズのタレを溶いてかけてよく混ぜて卵かけご飯にして召し上がってください。なるよりはもう使えないっていうその前にラー油にしたいんです。使った油を入れた方が美味しいですよ。伝統の麻婆豆腐ですね。中華料理屋さん、中華が好きで料理好きで大変ですけど楽しいです。
油入れると動物性だから味がコクが出ない。カニチャーハンだから魚介でしょ、コクが出ないから動物性の油を入れることに美味しくなる。どれ食べても美味しいです。何でも美味しいです。どうもありがとうございました。お客さんに食後に休み中華のこう食べた後にこうさっぱり。これランチの和え物に使う春雨ですね。山椒の油ですね。中にあるところの調味料は手作りして、クラゲなんですけど、クラゲはカット2、3、持ってる。その先生たちがそれでお弁当っていう形で。ごま油ですね。で、まあ、こう最初さっと取ったらすぐこっち側で冷まして。揚げ油がだんだん使ってるとこう酸化してくる。酸化してもう使えないっていうその前にラー油にしちゃいます。買った油を入れた方が美味しいですよ。叩いてあげると火が入りやすい。割れたりとか実はこう唐揚げとかこういう揚げ物油を固めて全部捨てたこと一回もない。全部油をラー油にしたり麻婆豆腐のそういういろんな旨味が入るんで。
いかどうか。入り口がちょっとだけね斜めでこう見えるっていうか、中国から輸入するものとか香辛料とか値が上がりますね。ニンニクです。豆です。あとはニンニクです。ニンニクのこれ最初カレーなと思ったんですよ、自分が思う以上に。でもだんだん食べていくと慣れてくるんですよね、体が。やっぱこうどんどん求めちゃうというか、辛さを普通の量とやっぱ違うんで、量が多いんで、少しこう時間をかけて豆腐の水分を出してとろっとして出てきた感じしません？このスープお玉3分の1ぐらいしか入れてないんですよ、豆腐から。はい、弁当の普通は上から振りかけるんですけど、お弁当はそうはいかないんで、あんまり熱いところだと香り飛んじゃうんで。あとローサンスライスこのまま。お店始めたきっかけを教えていただきます。中華料理屋さん、中華が好きで料理好きでね、こういろいろ修行時代にいろいろ学んで、ちょっと自分でお店やりたいなっていう気持ちが芽生えて、でお店を自分でやりました。大変ですけど楽しいです。どういうお客さんが結構いらっしゃいますか？結構うちは年配っていうか、この若い方はなかなか来なくて、まあ30代40代50代60代、あとはファミリー層が来ます。早いって言ったから、早いですね。水曜日に作ろうかなって。
麻婆豆腐だともっと使うんで。甜麺醤ですね。鍋の底が当たると焦げると苦みが出ちゃうんですよ。もうそうすると全部これ苦くなっちゃうんで、どこが OK かっていうと油が透明になるので、こんだけ煙出て火全開だと焦げちゃいそうに見えると思うんですけど、油があるからもうすぐして油が出るんですけど、油が透明なの分かります？で全部捨てちゃうと旨味も全部なくなっちゃうんで、多少担々麺のベースのタレです。このごまとお酢とラー油も全部入ってます。お客様に出す時にはもう一回このツーマージャンとラー油とお酢を入れることによってこう寝かすと味が落ち着いちゃうんで、筋とかいろいろあるんですけど、それを美味しいです。でこのネギが普通のネギじゃなくて卵白ネギって言って柔らかいネギ。使えるんで、こうやって分けて、大根の山椒醤油、漬物みたいな。漬物。これ豚バラと炒めても美味しいし、漬物としてもそのままでも食べれるし。ペンギン三角形、あれをランチで。これイベリコの肩ロースなんですけど、こう目を入れることに火も入りやすいし、筋切り柔らかくなりそうですね。これ柔らかくて火も入るし柔らかくなるし。横に、あ、そうです。はい。すいません。すいません。今ね。完成です。
はい。牛肉とニンニクの芽の豆板醤ですね。はい、お願いします。五目の汁そばの頭っていうのは入れる材料。麻婆量入ります。よく来られるんですか？私はちょっとよく来ます。あ、そうですか。おすすめのメニューありますか？何でも美味しいです。
チャップケチャップ。チャッチャッチャっていう感じじゃないかな。できるだけ来たお客さんを返さないようにね、やっぱりせっかく来てるわけだから仕事が早くないとやっぱりどうもありがとうございました。お願いします。最初それでやってたけど、もちろん身内とかあれ知り合いだから安くはしてくれるけどあんまり安くしなくていいよと。
ちょっとだけ熱くして。あとはしめじ掃除しといて。え？お願いします。いらっしゃいませ。少々お待ちください。卵とお米がしっかりからカニケーキ新タン用意してきな。ネギ油入れると動物性だから味がコクが出ない。カニチャーハンだから魚介でしょ、コクが出ないから動物性の油を入れることに美味しくなる。このカニのこの今の入れた油いってる間に時間差で担々麺にしよう。ごめん、新米と。いらっしゃいませ。
かなと思って思うでしょ。それぐらいの火入れないとこうやって仕上げてる間にガチガチになっちゃうから。これを焼くんです。片栗粉を入れて焼けるんです。で焼いて今みたいに油で伸ばす。はい。この天満を7番さんのお持ち帰りなので。どうも、ありがとうございました。はい。ごちそうさまでした。皆さんによろしく言ってください。いや、うちらだって上向いて歩かないじゃん。はい、ありがとうございます。カバンがあげる。アイスじゃないよこれ。いらっしゃいませ。はい、抹茶いいよ。はい。あ、もう早く作ってる。どうも、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、どうも、ありがとうございました。水餃子。まずチンタイのスープ。週3ぐらいですかね今。めちゃめちゃ食います。おすすめのメニューあります？おすすめはですね、僕はいつも日替わりランチを食べるんですけど、しょっちゅうメニューも変わるので飽きないですね。どれ食べても美味しいです。ありがたい。すみません。ああ、ありがとう。いろいろね、入るんで。どうも、ありがとうございました。4回ペーストしたツーマジャ。ごまの香りが良くて。すごい濃厚。辛さのバランスでお酢をちょっと入れてあげることによってとんがらない。
的にもうちょっと。醤油の香りが美味しい香り。2名様。はい。お待ちどうさまです。はい、お願い。70年前は自転車屋さんやってました、ここで。で、おじいさんが中華料理を。はい、父が。これで何をしていたか紛れもな中国を批判すると中国側もアメリカこそが買い物行ってくる。買い物行ってくる。
やる。決めてやる。今日ないよ、今日はやってない。こちら席どうぞ。いらっしゃいませ。中華丼で。はい、ありがとうございます。8番さん、中華丼お願いします。中華丼上がります。はい、お待たせしました。つけ麺。いいよ。じゃあスープと食べます。ラーメン半チャーハンセットで。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。セットの醤油ラーメンです。ササジュース牛乳はね、こっち下ね。うん。この下な。あと一貫もこれだな。うん。ヨーグルトは？おお、びっくりした。ごちそうさま。これもプロなんですね。そうなんです。今でもやるんですか？あ、でも時間がないんですね。でもゴルフの時の気持ちがあるから強く頑張れると思う。はい。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お待たせしました。はい、ありがとうございます。タンメンとはい、半チャーハン。タンメンと半チャーハン。はい。タンメンお待ちどうさま。はい。量が上がります。はい。タンメンとタンメン。半チャーハン。食べて半チャーハン。はい、
間だもん。はいよ。お待たせしました。タメです。中華丼盛り上がります。はい、お待ちどうさま。つけ麺で、はい、ありがとうございます。つけだれです。お待たせしました。はい、以上です。はい。で、長ネギ4のところ5ね。4じゃあ。それで長ネギ。はい、じゃあ上がります。お待ちどうさま、6番さん、スープを出ます。はい。餃子。すぐ焼きますよね。ちょっと見せてあげてください。上がります。はい。最初のセットです。最初のセット。一番のセット。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。はい、どうぞ。はいよ。餃子が9番。はい。9番よろしく。いらっしゃいませ。はい、ごめんね。はいよ。はい、どうぞ。これが2インチ。ありがとう。いきます。初めてのお客様ね。うんうん。夜マスター300です。赤身がき。
ありがとうございました。はい、お願い。はいよー。外で。はい、どうぞ。いらっしゃいませー。いらっしゃいませ。いらっしゃいませいきまーす。6番のロス麺。はい。はいよー。6番。肉そば。お待たせしました。肉そばです。1050円。これダメじゃん。これも。どうもありがとうございました。はい、お待たせしました。やんだぜ。どうもありがとうございました。はい、お願いします。じゃあ、いきます。いいよ。お待たせしました。セットの半チャーハンです。色もね、すごいね。嬉しいよ。はい。焼きそば。サバ焼きそば。2名様。食ランチのもやしそばは730円。中華丼が730円。ラーメンが川型です。はい。お待ちくださいませ。多いか。はい。
けいこさん、玄関閉めた。玄関。うん、ありがとう。閉めた。失礼します。青方焼きそば18茶碗と一緒にちょうだい。お願いします。氷必要ですか？ください。はい。はい。会計が2000円です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうぞお待たせしました。3番さん。はい、上がります。ケマさん。パワーです。餃子2枚です。お待たせしました。音付きなのかな。出てきたんで、ビビってます。これが出てきて。今日ね、常連さん少ない。今日はね、暇ですね。その日ってやっぱ違いますよね、流れが。ね、しょうがないです。はい、どうぞお待たせしました。半チャーハンです。半ライスかしこまりました。お待ちどおさまでした。
ニラレバです。レアで揚げて、で余熱でちょうどいい。だから一番最初。もやしそばです。どうもありがとうございました。もちろん。うま煮そばです。すいません、お待ちどうさまです。焼き豚もやしからいきます。焼き豚もやしです。焼きそばじゃなくて？うん。焼き豚もやしです。失礼します。お客様ストップです。お待たせしました。終わり。出たよね。終わり。ました。皮片焼きになります。どうぞ。
ないからダメ出ちゃう。危ないの車とか。今大地の家にいてる。そうですね。雨だったね。はい、お願いします。お待たせしました。餃子です。どうぞ。お花ちゃん、すごい美味しかったビール。お待ちどうさまです。お待たせしました。チャーハンです。お待たせしました。ニラレバです。なんか最初の曲書いててリートついてたっけどね、ところ。あ、絶対ついてなかった。ついてたんだね。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。餃子ですね。餃子3個ですね。あと餃子がすごくボリュームのある。他にはあんまりないですね、最近ね。はい、タンメンのお客様。はい、じゃあこちらタンメンです。すごい素朴な味なんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。
もやしが今6キロかな、4月24キロもやしだけど、キャベツが5箱だから50キロもない。はい、ない。だし袋。誰の身にも起これる病気と正面から取り組む先生は合唱団のメンバーとしてね歌われてますけど、音楽が9割は
で一晩寝かせて染み込んだところを握るっていう感じだね。今現在1234566つだね。これを毎日握るわけよ。継いだ経緯は先輩から教えられて来々県連れてってもらったら変わった味なのよ。塩味のさっぱり系で野菜をむしゃむしゃ食えるんだよね。また餃子が絶品だったね。その店が辞めるっていうことになって、この味はどこにもない味だからこの味は消しちゃいけねえなってんで、それからね、ところがね、もう味はボロボロで、1ヶ月後にはお客さん入ってこなかったです。じっくり考え直して持ち直して、それで今があるって感じ。毎度。浅草会カローってところの市長カラスっていう元プロレスラーがいて、カラスさんっていう方が作ってくれた麺も監修してくれて、元の来々県に通ってる人たちの話も聞いて、仙台も食べてこれが一番合うだろうっていうことで作った麺なんだよね。で餃子の皮も一緒で、うちのために作ってくれた皮なんだよね。皮にも味があって、普通の皮よりも厚いのよ。でもちもちしてる。もち粉をちょっと入れてんだよね。だからうちの麺もそうだけども、餃子の皮も結構貴重なのよね。青山茂春、津田真一郎、宮崎哲也。特にの結構ね、売ってるのとちょっと違う。
そう靴だけ。あ生餃子と冷凍餃子と焼き餃子と3種類も売ってるのよ。これが3人前のパックね。これが通販用。これも3人前ずつ入ってる。はい、朝早く。はい、どうも。また来月です。すみません。はい、どうも。はい、頂戴します。お冷やこちらです。すみません。
社サービス屋さんお召し上がりください。で、乾麺に餃子1枚です。はいどうぞ。はいすいません、頂戴します。ごめんなさいね、暑い状況です。はい、暑いところ。はい、どうも。ありがとうございます。いや、初めて来ました。今結構こってり系のラーメンが多いじゃないですか、はい、その中でなかなかこうシンプルなラーメンでうまいラーメンって少ないのかなって。すいません、ありがとうございます。はい、どうも。まず10番さんいっちゃう。お客さんごめんね、奥ね。はい、ありがとうございます。餃子ですね。餃子3個ですね。こちらでよろしいですね。乾麺は細麺で。細麺で、はい。これいただきます。はい、産業で細麺後出しです。こちら餃子と、はい、サービス野菜です。はい、乾麺お願いします。はい、乾麺お願いします。細麺ですね。はい、やりました。はい、そうだ、乾麺いきますね。熱いです。はい、やります。はい、やります。これ6番さん、5番さんの将来。はい、やります。はい、やります。暑いですよ、暑いです。冷凍料理4人前のお客様。はい、旦那さん、美味しくやってください。はい。一番さん、誕生ハートお願いします。ただいま。一番さん、ラーメン餃子お願いします。
麺お待たせいたしました。今日は初めて。僕は2回目なんですけど、あっさりが癖になります。タンメン最高です。餃子も美味しかったです。皆さんぜひ。どうもありがとうございます。はい、やります。ラーメン餃子が1位。タンメン大盛りのお客様。はい、じゃあこちらタンメンです。はい、どうぞ。はい、タンメンのお客様。熱いですよ。麺うまい。ありがとうございます。タンメンの大盛りだけなんで、めちゃくちゃ美味しくて、結構あっさりしてて、大盛りで頼んだんですけど、結構スルスル食べられたので、めちゃくちゃ良かったです。ラーメンの麺が好きでしたね、僕は。ちょっともちもちした感じで。餃子はめっちゃうまかったです。また食べたいです。縮れ麺結構僕好きなんで、すごい美味しかったですね。餃子が結構美味しかったです。肉厚でジューシーな感じで、あれは良かったですね。はい。炒めですね、どうぞ。お取り分けお出しします。はい、どうもありがとう。餃子は焼き6人前何分？14秒後。焼きを3人前を2つ、焼き3人前、全部で6人前、3、3に分けてくれる。
はい。大丈夫大丈夫。よく来てます。素朴なシンプルなタンメンなんだけど野菜の味がよく出てて、あと餃子がそれですごくボリュームのある、他にはあまりない感じですね最近ね。月1ぐらいで来る感じです。ここはもう基本的にもう全部制覇してますね。やっぱ多分一番タンメンすごい素朴な味なんですけどめちゃくちゃ美味しいですね。はい。餃子も結構大きいですね。そうですね、結構ボリュームありますね。がっつりこう食べれるみたいな感じでいい感じです。次のお二人様どうぞ少しお待ちくださいね。ラーメン上がるよ。はい、じゃあこちらね、熱いです。お気をつけください。はい、チャーシュー麺のお客様行きますね。熱いんで。8番さん、ラーメンと餃子ハーフです。ラーメン上がるよ。5、6番さんから。5、6番さん。ありがとうございます。ごめんなさい、暑いんでお気をつけください。暑いです。どうも、お先ですか。あ、いいですか。こちらで大丈夫。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すみません、お待たせしました。皆さん、両方将来2枚です。どうも。このお店がオープンした時から来てますけど、以前は違うところに場所あったんですけど、前の店でよく食べてました。みんなで通います。ありがとうございました。とっても美味しかったです。はい、お待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。野菜も食べてね。どうぞ。今そのお店を継ぐ条件みたいなのが家族経営だったみたいな。条件としては家族でやる。家族でやらないとできないよ。その通りだ。だから仲間がね、俺友達多いのよ。随分助けてくれた。地元の人がほらいろいろ応援してくれたから、それで今があるって感じ。いろんな人の協力があってこの店ってやってきてるんでありがたいよね。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとう。
ちゃめちゃ美味しいです。何回でもおかわりします。こういうのします。ここでもみんな基本的に何でも美味しいんで、初めてのものでも安心してチャレンジできる感じなんで。うまそう。おはようございます。ちょうどでしたね。何回か洗っていきます。25、6人ぐらいなんですよね。1人でやってると結構きついんですよ。手錠とか一切しないので。これは一回水気を取って。肉の水分全部抜いていきます。カラカラになるまで炒めて。完成です。振動です。いいですか。チャーハンに入れたりとか、何でも使えるんですよ、これ本当に。ワンタンのすり身がうまいんですよ。すり身のワンタンが定番のやつもあって、あと週替わりのやつもあるので、
で完成です。いっぱい水分抜いて、次はつけだれにつけていきます。さっきの鶏のつけだれです。もも肉です。これが胸肉。住宅街でやりたかったんですよ。住宅街で結構本格的なというか、はい、だから常連さんみんなもう中華街に行かなくなっちゃったって嬉しいですよね。そうやって言っていただけると。よし、OK。まだまだ。
豚肉のはい、かしこまりました。はい、わかりました。今日美味しかったです。コロナで1年ぶりだったから。うまそう。うまそうだし辛そう。見た目もそうだし味もいいし。でもね、期間限定だからね。そうだね。できて間もないくらいから通ってますけど、ここでもみんな基本的に何でも美味しいんで、初めてのものでも安心してチャレンジできる感じなんで、ご苦労様です。失礼します。こんにちは。いや、これはわかんない。黒バナ担々のを食べる。そう。お願いします。肉汁あふれる餃子です。黒だよね。よし。黒ごま担々
りあえずビールをいただいて。はい、お願いします。でも先月末以来ですか。俺も最近全然行ってなかったので。あ、そうかもしれない。すみません。結構怒られるんですか？はい、黒酢の酢豚と大山鶏の唐辛子炒めがすごく美味しいです。お待たせしました。酢豚定食です。はい。お願いします。行こうかなと思って。前田、井上に超あれしかったんですけど。あ、わかりました。ごめんなさい。はい、わかりました。休んじゃそうだね。こんにちは。お疲れ様でした。いらっしゃいませ。はい、お待ちします。10分後に2名。お決まりですか。じゃあこれね。はい。黒ごまか。黒ごまか。ライス。はい。他の選手は一番どこ。こんなシーンなかなかないのよね。ひな鶏のネギ醤油がけ。はい。
以上締めいいよ。お願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。すいません、お待たせしました。どうぞ。いい。美味しかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。マスター頑張ってよ。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。おすすめとかございましたら。餃子めちゃめちゃ美味しいです。うち子供もいるんですよ。一緒に来たら何回でもおかわりします。餃子食べるとき気をつけてください。肉汁出るので。担々麺お待たせしました。焼き餃子お待たせしました。中華街で11年修行して、このお店は9年目に入りました。いろんないいところをもらって自分の味を出してやっております。
お願いします。失礼します。10味せいろそばですね。熱いやつです。ありがとうございました。どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。もともと両親がここで蕎麦屋やってたんで、僕で3代目なんです。当時は町の蕎麦屋で長寿庵って屋号だったんですけど、出前もやめて丼物とかもやめたんで全部変えて自家製手打ち、同じ蕎麦屋でも全く違う3代目といってもあんまり引き継いでない3代目。
10時になるから。あ、そう。もう予約してあるの？慢性がないんで、夜は水金土で予約のみで、あと火曜から土曜まで昼や休みも休みじゃなくて仕込みしてますね。自由さんというお店のこだわりといいますか、始めた時はその自家製粉、原そばからの自家製粉といって自分のところで空の状態で原そばを取ってそれを自分で脱皮して石臼にかけると鮮度のいいそばの実を出てて、それをやってるところが都内だと先輩の玉洗いとうちと10軒もなかったりとか。あと器が好きで焼き物は作家物で塗りは輪島塗りでって言って、器がいいとね食事も楽しいですね。焼き物ってその釉薬って言って上に上薬をかけるんですね。焼いた後残る灰を塗るんですけど、製粉の時にそば殻が大量に出るんですね。それの灰を焼いてもらって釉薬にして焼いてもらったりとか、こういうのができたりとか、燃えにくいし結構困ってたんですけど、最近は農家さんが堆肥にしてくれるっつって来てってくれて19年やってるんで、いろいろああでもないこうでもないって言ってると、そういうルートというか、ただ美味しいもの作るっていうんじゃなくて収まりが良くなるというか。
枚盛りで、1つ田舎そばで。はい。私は田舎そばで。田舎そば。はい。はい、伺います。段差一つ、はいセイロンにニシン。段差1つのセイロインにし。はい。お願いします。こちらです。失礼します。10割のせいろそばですね。10割のせいろそばです。
いたします。熱いです。めっちゃうまそうやな。それ出していいよ。これ出していいの？あ、じゃあ先出しちゃう。それってそうそうそう。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いたします。ちょっと失礼します。はい、ありがとうございます。じゃあ関西産ウーロン一つのニシンにとろ。あ
美味しい。ずっと来たかった。行きたかったです。ありがとうございます。そうです。またお願いします。すいません。また来ます。ありがとうございます。お待ちしてます。フレッシュオーソバ。ドリンキングベリーヘルシース。じゃあお願いします。はい、どうぞ。田舎生まれで来てない。びっくりした。暑いでもしゃべってますけど。どうもありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。素敵な静かなお店だ。とんでもない。ありがとうございます。またお友達連れてきます。ぜひお待ちしております。お
礼します。